いけますかって感じしますけど、いくんですよ。ほら、この差は割と大きくないか。でこれ気がついた人、ここまでで気がついた人いたらすごいなと思うんですけど、実はこれおやつこっちがポッポテートです。今日もテータぶつけていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、ロングリーチタックルって何やっていきたいなと思います。ということで、新しいスキル聞きましたね。新しいスキルが来たらポテトだろうということでやっていきたいなと思います。バッチリ分析してきたんで、ぜひ見ていってください。どういうものなんだろう、どこで実感するんだろう、ここね今日は押さえていただきたい。結構ね分かってるようで分かってない部分も多いと思うんで、ぜひ見ていってください。でロングリーチタックル、これね説明見ましたか？停止中や低速での移動中に遠目からの位置からでも足を伸ばすスタンディングタックルが出やすくなりますよということで、そもそもスタンディングタックルって何みたいなね、あと出やすくって何、出やすくっていうねところはあるんですけど、まずスタンディングタックル何かとかも含めてですね見ていきたいなと思うんですけど、基本的には立った状態から足を伸ばしてねタックル行くこと、ボールを取り行くこと、これがスタンディングタックルと言います。っていうことでのを踏まえた上で見ていきましょう。でまず結論からいっちゃいましょう。まずですね、このロングリーチタックル、これがつくとどうなるのかというところなんですけども、一言で言ってしまうと遠いところのボールまで足出してくれますっていう形になっていきます。実際に見ていきましょう。それが早いかなと思います。通常だとこれはフォートレスバルベルデなんですけども、こんな感じで前をドリブルしていってもまあ取りはいかないですよね。一番近いとここかな。はい、こんな感じで自身の丸のところから、ボールがこのね離れてる状態だと取ってくれません。この通常のバルベルデでいうと、この丸にボールが触れるとね取ってくれる、そんなイメージ取っておくと一番いいかなと思います。こんな感じで取ってくれます。だから実際これもこんな感じでね、足こっから立ってる状態から足でこうやってピュンって伸ばして取るみたいな感じですよ。これ通常のタックルですね。でこれが今回の新スキルつくとどうなのか。はい、わかりますかね。これなんかも結構遠いよね。この時点で言うとボールから結構離れてるもんね。2個分ぐらい離れてるかなぐらいだと思うんですけど、こんな感じ。こうステップ踏んでるの分かりますかね。こんな感じでステップ踏んでたりとか、あとはこの後ろ足も含めてピーンって伸ばして、足を限界まで伸ばしてタックルいってるんですよね。この違いですね。これとさっきのこの違いですよ。折りたたんじゃってるでしょ。この違い実際比べるとこんな感じで、下がフォートレス、こっちがロングリーチタックルなんですけども、はいこれぐらい差があります。ボールに触れるか、この丸に触れるか触れないかぐらいだとタックルしてくれます。でこれいけますかって感じしますけど、いくんですよ。ほら、この差は割と大きくないか。こっちは感覚的にはドリブルしててもタックル取られるなみたいな感覚あると思うんですけど、こっちはタックル来ない気するもんね。なんか割とね幅は広くなってるのかもしれませんね。でこれ気がついた人、ここまでで気がついた人いたらすごいなと思うんですけど、実はこれマッチアップしてないんですよ。マッチアップしてない状態でこのロングリーチタックルが発動してるんですよ。要はこれですね、自動発動です。マッチアップしてなくても出る。でこれおそらくなんですけど、これ操作してなくても出ます。なのでアップデート入ってディフェンスがねなかなか難しいんじゃないか、特に操作してないディフェンスが難しいんじゃないかなんてね思ってるところあるかなと思うんですけど、僕も実際そうかなと思ってはいたんですが、そういった操作してない選手に影響してくるというところですね。これめちゃめちゃ大きいかなと思うんですよね。これコナミさんもうまいね。アップデでねちょっと守備そういう風にしておきながらこういうスキル出しちゃうからうまいねと思うんですけど、でもこういう感じでかなり大きい仕様なのかなと思います。これ個人的にはこれね多分ですけどビエラこれついて出てくんじゃないかなと思います。今後中盤の底のとことかで言ってくれたら結構大きいんじゃないかなと思ってたりはしますかね。そしてですね、もう一個大きなポイントが一つあります。遠くまで足を伸ばしてくれることが分かったよということで、相手が止まってる状態でじりじり近づいていったらどれぐらいから足伸ばすって分かるんじゃないかと思ってやってみたんですね。こんな感じで、これはねフォートレスバルベルデなんですけど、こんな感じでねここまで行ってもやっぱ取ってくんないですよ。でちゃんと円が入った時に足出してくれるという感じ。ここまではね予想通りなんですよ。じゃあこれがロングリーチタックルでやったらどうなるか。ほら見てください。いかないんですよ。結局ですね
タックル行くのは同じタイミングなんですよ。これはどういうことかというとですね、相手がドリブルしてる時に発動してるってことなんですよね。相手がボールが止まってたりとか、あとはパスとかシュートには影響がしないということですね。相手がドリブルしてる時のタックルが影響するというところですね。ここは大きいので、これはある程度押さえておいてください。相手が止まってることはほぼないと思うんですけど、パスとかシュートに関しては影響があるかなと。パスとかシュートに関してはこのロングリーチタックルは関係ないよというところですね。なのでブロッカーの上位互換とかではないですので、そこは注意しておいていただけると良いかなと思います。マッチアップしてないから取り行かないんじゃないかなと思うかもしれないんですけど、これマッチアップしてても変わんないです。マッチアップしててもこの状態では変わんないですね。近づタックル行く距離っていうのは変わんないですねというところになっていきますと。これで大体分かってきたかなと思いますので、結論です。ロングリーチタックルは通常のボール 1.5 個分ぐらい遠くまで足が伸びるとします。はい、というところでね、ちょっとざっと見てきました。今回ちょっとバルベルデでやったんで 1.5 個分っていう話はしたんですが、もしかしたらねサリバとかでやったらまたちょっと変わるかもしれませんが、そこはまた詳しくやっていきたいなと思います。で、最後ねまとめておくと、今回のポイントね言った通りにはなりますが、ロングリーチタックルをすることによって遠くまで足が伸びますよ。ジャンプしたとかね、ジャンプとか足を伸ばしたりしてタックルいってくれますよということ。そしてこれは自然発動ですよ、自動発動ですよということ。マッチアップ関係ありませんよということ。そして操作してなくてもこれは発動しますよということ。シュートパスには影響しませんよというところだね。ここは押さえておくと良いかなと思います。はい、というところでしょうか。ちょっと急いでやっちゃってるんでどれぐらいテロップが入ってるかも分かりませんが、ここのポイントだけはねとにかく押さえてくれれば良いかなと思います。これ地味にね強いとは思うんだよな。これビエラとかこれついてくれたらめちゃめちゃいいかなって気はしちゃうな。ここからは最後おまけになっちゃうんですけど、で一応ねスライディングとか見てみたこの辺はねもちろんスタンディングタックルなんで今回影響するのはね関係ありませんよということは言えるかなと思います。ちょっと勢い余ってレッドカードとか出ちゃったんだけどそれはいいかあとシュートブロックも影響あるんじゃないかと思ってね一応やってみたんですけど、これもね影響なかったですね遠くでも足出してくれるとかあんのかなと思ったんだけど、そこも関係なかったですね。ですので結論としては何も変わらないんですけど、この辺も押さえておくと良いかなと思いますので、先ほど言ったポイントですね、こちらは押さえておいてくださいということですね。なので地味にいいのかなとは思ってたりはしますかね。というとこですかね。はい、なので皆さんもね使用感とかあったらぜひ教えてください。ということで今日は急ぎなんでこれで終わりたいなと思います。この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方ですね、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。これもうちょっと深掘りできたらしていきたいなと、数値が関係あるのか身長がどれぐらい関係あるのか、この辺もねぜひ見ていきたいなと思いますので、続きが気になる方はですねぜひ高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。